お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/Japanese へどうぞ。クイーンズランド州の沖で発生したサイクロンアルフレッドが同州南部とニューサウスウェールズ北部の沿岸地域に接近しています。クイーンズランド南東部に最後サイクロンが上陸したのは1974年、サイクロンゾイでした。気象局によるとサイクロンアルフレッドは今後カテゴリー2に発達しながら6日木曜日にオーストラリアに上陸し、強風と大雨をもたらす見込みです。クイーンズランド州のデイビッド・クリサフリー州首相は、今回のサイクロンは珍しい一方で不可能ではないとし、上陸に備え準備をするよう呼びかけています。I'm asking people to take every opportunity to stay connected across whatever platform you can. 皆さんにはあらゆる手段を使って情報を得るようお願いしたいと思います。近所の人と話すことでも、公的機関のウェブサイトを確認することでも、そして警戒を怠らず携帯電話を持ち歩き、停電に備えて予備のバッテリーを用意することでも構いません。また十分な食料や水を確保しておくことも重要です。こうした備えを事前に行うことが大切です。クリサフリー州首相でした。このサイクロンに伴い、当局は洪水や海岸浸食に注意を呼びかけています。ニューサウスウェールズ州の北東部では3年前に大規模な洪水から復興したばかりです。州のジハード・デイブ緊急サービス担当相は、住民に対し予報を真剣に受け止め備えるよう呼びかけています。ノーザンリバー地域は3年前大規模な洪水に見舞われ、非常に厳しい状況を経験しました。私たちは地域と連携し、万全の準備を整え、どのような事故にも対応できるよう努めます。すべての住民がこの災害に備えることが非常に重要です。デーブ緊急サービス担当相でした。また、アンソニー・アルバニージー首相は、サイクロン・アルフレッドの上陸を前に、連邦政府が州政府に支援を提供することを明らかにしています。The cyclone Alfred off the coast is a very real threat. サイクロン・アルフレッドは南東クイーンズランドにとって非常に現実的な脅威です。最悪の事態を避けられることを期待していますが、この困難な時期にクイーンズランドの人々と共に立ち上がります。そして北クイーンズランドでの洪水被害に対する支援と同様に引き続き支援を提供し続けます。アルバニージー首相でした。ブリスベンでは今週木曜日、オーストラリアンフットボールリーグ AFL のシーズン開幕戦、ジロンキャッツ対ブリスベンライオンズが控えています。AFL のスポークスマンは今後数日間の状況を監視し、政府の指示に従うと述べています。以上、SBS 日本語放送大場意味のリポートでした。もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。